はい、こんにちは。今日もですね、お風呂を炊いているんですが、お風呂の薪を見てもらいたいですね。はい。薪がもうね、なくなってしまいました。で、お風呂の薪と家の薪ストーブの薪は違うんですよね。薪ストーブで使う薪をここで使うのはちょっともったいないということで、例えば針葉樹、赤松とかね、ヒノキとか杉とかはお風呂に使って、あと廃材とかですよね、運用してきたんですが、ついになくなってしまったので、ちょっとね、うちの敷地の端っこの方をちょっと見に行きましょう。はい。ここにいっぱいこう枝がね、あると思うんですが、これ全部うちの木ですね。うちの木を伐採する際に、まず最初に枝を払うんですけど、その時の枝がね、ここら辺に山積みになってますよね。この辺のをですね、こう引っ張ってきて、まあほんと焚き付けみたいに細いのが多いんですが、中には太いのもあるので、ちょっとね、頑張って出して薪にできるようにしていきたいなと思います。例えばこういうやつですね。よいしょ。はい。まあこういうのがいっぱいありますね。ちょっと大変ですが、こういうのを引っ張り出してきてですね、全然薪になるはずなので、やっていきたいなと思います。よっ、よしよっしょ。これは上から落ちてきた枝ですね。これは危ない木なんですが、まあ薪にもできるので、引っ張ってこういうのもね、使っていこうかなと思います。よっ、あ、取れた。これも怖いですよね。上から落っこってきた枝ですね。よっ。終わりました。ここが今日のね、成果ですね。ただですね、もう全部、湿っていて、使えないですね。すぐにはね。まあ、今日の教訓はですね、薪は、すぐには使えないということで、よくね、見ながらね、使っていきたいと思います。うん。もうこれ、赤松自体は結構古いんですけど、やっぱりずっとね、甘さ味になっていたものなんで、かなりグッズグズでしたね。持ったら重たいんで、ちょっと乾燥に時間がかかりそうです。まあ、ただ、頑張ってね、よかったですね。また使えますね。乾燥したら。はい。いや、見えましたか？この煙突からですね、ポタポタと垂れているのが、
クレオソートっていうんだっけな。これ、実は、なんか、売ってますよね。木サクスだと思っています。なんか、外のやつはポタポタ垂れるんですよね。まあ、これを貯めておけば何か使えそうですけどね。ちょっと調べてみようかなと思っています。はい、このようにですね、うちはちょっと、戸車の付け方を間違えてしまったので、非常にね、隙間が出ているので、このようなプラスチックをつけていました。それがですね、寒さで劣化してカチカチになってですね、割れてしまったので、交換していきたいと思います。これはですね、どこで出てきたのかわからないんですが、こういった、透明のね、プラスチック取っておいたのがいくつかあったので、この辺を切ってつけていきたいと思います。はい、これほら、もうパリパリですね。素材も良くなかったみたいなので、こっちの方がね、分厚くて、そうそう負けなさそうなので、これをね、使っていきます。これ1センチじゃない。何これ。これなんすかね、これ。こっちが1センチか。なんか変な定規ですね、これね。古道具で出てきたやつなんですけど。こっちがセンチだ。違うだ、こっちか。4。4だな。4センチ。ああ、全然切れなさそう。硬っ。ちょっとこれは時間かかりそうですね。さあ、どうでしょう。硬っ。よし。じゃあちょっとね、頑張って持ってやっていきましょう。はい、失敗しました。すんごい硬いです。で、アクリルを切るね、専用のこういったものがあるので、カッター。これをね、持ってきました。ちゃんとね、やんないとダメですね、これはね。よし。これを何度も何度もやってるんです。よし。よし。こう削る感じですね。これだったらうまくいくんではないでしょうか。綺麗ですね。見た目も綺麗。いけ。ああ、うまい。ああ、いいな。うまくいきました。で、まあ別にこっから先は大したもんではないんですが、まあこう、ね、もう一個切ってですね、こうやって、まあつけるということです。で、なぜこういうことをやってるのかというとですね、これはね、本当は逆なんですよね。はい、せっかくなんでね、ここで見ていきましょう。ね、こうやってつけてしまったんですが、正しくはですね、こうだったんですね。こうやって入ります。なので、もうほんのここだけ、ね、これが正解なんですよね。だから、ね、こんだけ出てしまったので、これをつける羽目になったと。もうね、うちのこのサンルームを作る設計の段階からね、これも計算して作っちゃってるので、今更、もうその後になってね、これをひっくり返すということはもうできなかったんですよね。まあ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 。
あれをサンルームを作ってからね、初めてこれをやっているので、まあ別にまたね、まあ全然使えてるんでね、いいんですけど、まあこんな感じです。結構この隙間風が大きいので、これはね、ないと困るんですよね。ここだけは違うんだな。これはね、ガラスを止めるビスですね。当時ちっちゃいビスが欲しくて、これしかなくて買ったんですけど、これがすごい便利でね、もう売ってないんですよ、同じのが。残念ながら。よいしょ。よし。よし、いいですね。はい、プレゼントをいただきました。本当にありがとうございました。早速ですね、開封させていただきます。はい、今回もですね、こんなにたくさんいただいてしまいました。本当にありがとうございます。メッセージをね、読まさせていただきますね。奥主様、トム様ですね。ハッピーバースデートラさんということでいただいております。こちらですね。消化器やトラがね、ずーっと食べ続けているご飯ですね。本当に助かります。ありがとうございます。で、たくさん食べてねというふうにね、メッセージをいただいております。そして、ギフト券の方はですね、テロルさんのご注入をお使いくださいと書いていただいております。いつもですね、こんな4枚も入っていますね。で、このウェットの方もですね、毎日食べているものです。本当に助かります。いつも本当にありがとうございます。今ですね、サバタもオウちゃんもトラもぐっすりですね、眠っています。ちょっとね、起こさずに、なんか、ビクビクしてますね。ちょっとだけ、見に行きましょう。はい、ぐっすり、寝ていますね。今日はですね、起こさずに、見守っていきたいなと思います。おうちゃんも、トラもですね、よく寝ていますね。いつもですね、プレゼント送っていただき本当にありがとうございます。今日はね、本当にいい気候で猫たちもね、ぐっすりですね。本当にありがとうございました。いやー、ちょっとね、夕方今外で作業していたら、届きましたね。珍しい時間に来たなと思いました。じゃあちょっと開けてみましょう。おお、ははは。ありがたいですね。はい。トラちゃんのですね、おしめが入っていました。おしめはね、いくらあっても困んないですからね、本当に助かります。たまにですね、こう手作りするのが大変な時とか、長くね、小屋を開ける時、使わせていただきたいと思います。ね、サバタもね、トラちゃんの代わりに今、挨拶に来ましたね。おい、サバ。ね、トラと似てるからな。トラの代わりに挨拶しよう。おしめ、ありがとうございました。ね。本当にありがとうございました。はい、プレゼントをいただきました。本当にありがとうございました。早速ですね、開封させていただきます。猫ですね。
犬ですね。お、はい、ナチュラルバランス、入っていました。本当にありがとうございます。新しいパッケージになったようですね。すごい美味しそうですね。わあ、こんなね、素晴らしい、立派なご飯を送っていただきました。本当にありがとうございます。またですね、この送ってくれたこの会社の方だと思うんですが、こんな立派なね、ウェットも入っていましたね。これは美味しそうですね。前回のね、おしめも、これも、名前は書いていなかったんですが、おそらくね、トムさんですよね、送っていただいたのはね、本当にありがとうございました。みんなもね、本当に喜んでいると思います。ご飯がね、楽しみですからね、本当にいつもありがとうございます。